いうことで夫とハルアンちゃんと南インドのケーララに来ております。今日は料理教室にやってきました。料理教室に来てます。早速お米を茹でています。これが本場のゆとり法というやつですね。先生はジャスミンさん、男の子のお母さんです。鶏肉、魚、エビ、野菜などバリエーション豊かなカレーやスパイス副菜を作ってくれるそうです。1品目は無水チキンカレーです。スパイスはシンプルにパウダースパイスだけ。ブラックペッパー、クミン、チリペッパー、カシミリチリ、ターメリック、コリアンダーで作ります。カシミリチリは日本で入手するのは難しいですが、辛みのないチリペッパーのようなものなので、パプリカパウダーでほとんど代用できると思います。インド人あるあるなんですけど、包丁はとても切れ味の悪いフルーツナイフのようなものを使っています。玉ねぎは少し厚めのスライスで、トマトはざく切りです。油はココナッツオイルを使います。ジャスミンさんはこれを大さじ3杯ぐらいって言ってましたが、そこにカレーリーフを加えて玉ねぎも炒めます。ジャスミンさんも玉ねぎ炒めが重要と言ってました。油が多いと焦げつくことはないので放置できるのは利点ですね。ニンニクと生姜は粗く潰して加えると長時間煮込んでも香りが飛びにくく、さらに旨味がじっくり肉汁に溶け出てきます。香りの違いでも使い分けますし、煮込み時間でも使い分けてます。気づいたらこちらで鍋をかき混ぜておりました。何が起きたんでしょうか。ケーララの口へ参りました。そこに塩も加えます。ジャスミンさんも塩だけで味を整える人です。塩はしっかり加えて味を整えます。そしたらトマトを加えて骨付き肉も加えます。実はインドではあまり皮付きの肉は使いません。皮を取ってその代わりサラダ油をたっぷり使います。インドでは生肉をよく路上で売っているので、多分皮が最初に傷んでしまうんだと思うんですよね。まあ実際そちらの方が傷みにくく体に良いとも思います。水を加えず1時間ほど煮込んでいきます。煮込んでいる間に次のカレーです。たっぷりのチリペッパー、ターメリック、辛くないカシミリチリ、フェヌグリークを使います。これは青マンゴーフィッシュカレーを作ってもらいます。青マンゴーのお味は結構酸っぱい。そうそう。美味しい。土鍋にたっぷりのココナッツオイルを入れてフェヌグリークシードを熱します。そこに生姜、玉ねぎ、青唐辛子、カレーリーフを加えて炒めていきます。ココナッツミルクは自家製です。生のココナッツを削り取ったココナッツファインに水を入れてミキサーでかき混ぜるとココナッツミルクが作れます。インドでは結構な頻度でミキサーを使いますが、同様にインドでは結構な頻度で停電が起きます。バイバイ。停電が起きたため。ということで家で作るのは諦めて隣町まで行ってジャスミンさんの旦那さんのオフィスでミキサーをかけることになりました。一人ならついてこれるということで私も同行。ジャスミンさんの旦那さんはケーララでツアー会社をやってるそうです。いやまあ優しいですよね。奥さんのためにミキサー持ってオフィスでココナッツミルク作ってるなんて。私の夫はバイク好きなんですが、夫の後ろに乗る前にお父さんの後ろに乗ってます。ということで無事ココナッツミルクが作れました。一番搾りのココナッツミルクです。絞ったカスは捨ててしまうそうです。クッキーに使ったら美味しそうなのになぁと思いましたけど、まあもったいないけどそれだけ供給量があるってことですね。さて再開です。青マンゴーはとても酸っぱいので煮込むと酸味が出ます。レモンとかライムとかをカレーに加えた味わいに近いです。そしたら先ほどのココナッツミルクを加えて塩で味を整えます。結構加えますけどマジで塩が命です。そこに魚を加えます。魚はタイでした。これも鶏肉と一緒でぶつ切り、骨から旨味をじっくり出します。魚は身が崩れやすいのでガシガシとかき混ぜずに大きく混ぜ合わせたら蓋をして30分ほど煮込んでいきます。チキンは途中でかき混ぜながらさらに弱火でじっくり煮込みます。インドでは骨付き肉はよく出てきます。丸鶏をぶつ切りにしたような骨付き肉で部位はいろいろミックスしてます。骨付きカレーの方がうまいのは事実で、肉がほろっと崩れるぐらいまでじっくり煮込みます。お次はインゲンのスパイス副菜、玉ねぎではなくエシャロットを使います。ジャスミンさん曰くエシャロットの方が香りが強く甘みが出にくいそうですが、
まあ私は結構玉ねぎで代用してます。野菜だからヘルシーだってことはなく、食物繊維に染み込むぐらいたっぷりのココナッツオイルを入れて炒めていきます。スパイスはターメリックとチリだけでシンプル、味付けも塩だけです。そこにインゲンたっぷりとエビを加えます。エビは旨味だしで使っていますが贅沢ですよね。さすが海の町。お次はインド風のフライドチキン。そこにニンニクと生姜のすりおろし、チリペッパー、ブラックペッパー、カシミリチリ、ほんの少しのターメリック、塩を加えます。旦那さんが庭から摘んできたレモンを絞って混ぜ合わせます。いきまはーい、はるちゃん挑戦中です。ーす。おー、めっちゃスパイス。小麦粉もこの段階で混ぜてしまうそうです。揚げ物もココナッツオイルでやるそう。日本のココナッツオイルよりも精製度が低いので少し色味がついている代わりに香りは強いです。ココナッツオイルが高い日本ではちょっと贅沢な話ですよね。絶対美味しいよね。最初から結構高温です。一度揚げのようですね。熱そう。熱い。まだ1位から多分大丈夫。生？ちょっと生。オッケー？仕上げはカレーリーフで彩りをつけるそうです。日本人が仕上げに何でも小ネギやしそを乗せるみたいな感覚で使っています。鼻水まぎになってる。次はエビのドライカレー。ニンニク、生姜、ブラックペッパー、カシミリチリ、ターメリック、塩。カシミリチリだけなら辛くなさそうです。これをよく揉み込みます。まあこれもたっぷりのココナッツオイルをひいてエビを揚げるように炒めていきます。カレーリーフも加えて混ぜ合わせるように炒めたら完成です。ここで魚カレーも完成。赤い油が上がってきたら出来上がりのサイン。チキンカレー、インゲンのスパイス炒め、米も続々と完成です。ココナッツミルクを作っている間に作っていたビーツのパチャディも。いやー、めちゃめちゃ美味しそうです。米はたっぷり盛り付けます。まあね、私正直言うとカレーと米だと米の方がたくさんあってほしいんですよね。米の方が生きる源って感じですよね。全部盛り付けました。美味しそう。うまっ。酸っぱいけどトロトロしてて面白い。冬瓜プラスレモンで。そうですね。冬瓜レモンこんな感じ。うまい。シュリンプもほぼおつまみとして作りたい。で、なんなら殻も食べれそう。Just a second, please. 多分チキン優勝する気がするんだよな。薄い？ナンバーワン？My favorite. マンゴーがすごいね。全然別物になっちゃった。焦げついた感じがね。そう。も焦げがスパイスになってる。確かに。ここでバカを食べる。お、でも柔らかいんだ。うまい。うますぎ。うま。完食です。イエーイ。